はいどうもこんにちは、ワーブのりょうです。よろしくお願いします。最近 LGBTQ+ という単語を耳にすることが多いんじゃないでしょうか。 LGBTQ+ という言葉はレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クイア、そしてそれ以外全ての性的マイノリティの方々を指す言葉なんです。簡単に言うと性的指向や性自認においてマイノリティにあたる方々のことなんですね。彼らは生まれながら多くの人と違うということだけで差別偏見に苦しんできた過去があります。現在は世界中で少しずつ理解が深まってきて、以前よりは彼らが彼らしく生きやすい世の中になってきましたが、当然これらの後ろには過去に懸命に権利を主張し戦ってきた方々がいらっしゃるわけです。今回はそのような強い意志を持って戦った人のお話の中でも特に時代を切り開いたとされる事件、府中青年の家事件を紹介します。事件の概要です。1990年2月、動くゲイとレズビアンの会、通称アカーが東京都府中にある府中青年の家という施設を合宿で利用中に他団体から嫌がらせを受けたということで、アカー側が施設に嫌がらせを止めるよう要請しました。しかし施設側はアカーに対して、都民の同意を得られていない同性愛者の施設利用は今後お断りすると発言。さらに東京都教育委員会までも、男女は別室に泊まらなければいけないという慣例を理由に同じく同性愛者の施設利用を拒否しました。施設や教育委員会側は、青年の家は青少年の健全な育成を目的とした施設なんで、そのルールを守っておられます。だから男女を同じ部屋には泊められないし、同性愛者の場合は性意識や同性に向くんで、この施設の利用を認められないなと主張。団体側は、おい、同性愛者だから特定の施設が利用できないのは人権侵害じゃないかと東京都を訴えました。第一審で要になったのは、この男女別室ルールをどうするかという部分でした。確かに施設を利用するときはその施設のルールに従うっていうのは普通ですし、このルールも一見正しいようには見えますよね。しかし実際に全国のこのような施設を調査したところ、かなりの数の施設が男女同室を認めていたり、また行政の施設であっても男女の部屋割りはグループの責任でとなっているところもあり、実はこのルール自体がそんなに当たり前のものじゃないってことが分かったんですよね。結果第一審は団体側が勝利しました。やった。この結果に対し東京都は控訴。しかし今度はもっとすごい理由をつけてきました。同性愛という性的指向を性的自己決定能力の十分に持たない小学生や青少年に知らせて混乱をもたらすこと自体が問題である。すごいですよね。人の性的指向を青少年に混乱させるやべえものみたいな扱いしたわけなんですよね。何様なんですかね。当然これには赤側は、その混乱はどういう混乱なのか、混乱すると主張する研究やデータあるのか、アメリカではレズビアンのカップルと暮らしている子どもたちと未成愛者の親と暮らしている子どもたちの知的発達や性的指向の形成、自尊心だったりとか自分を肯定的に考える姿勢などを比較して別に全く違わないという実証的な研究もたくさんあると、大量の証拠とともに反論してボッコボコにしました。東京都は具体的な証拠提示も反論もできず、結局団体側の勝訴となりました。赤側の方々は、6年にもわたる戦いの末、ようやく一つの結果を残したわけなんですね。そしてこの事件は LGBTQ+ に対する東京都の不当な扱いが明らかになったと同時に、初めて LGBTQ+ の権利がきちんと認められた上で行政に勝利したとして一躍有名になりました。僕個人の意見としては、確かにそもそも男女別室ルールというのは、利用者が異性愛者である前提で作られているもので、それに合わない同性愛者の利用を拒否するというのはちょっとおかしいですよね。まるで、同性愛者であることが悪いかのように聞こえるじゃないですか。変えるべきはそのルールですよね。私は異性愛者ですが、よく考えてみたら自分が例えば異性愛者なのでちょっとこれはできないですよねなんて言われたらちょっとたまったもんじゃないですよね。いかがでしたでしょうか。普段は馴染みの薄い方も多いであろう LGBTQ+ の方々に関しての事件を紹介しました。これを機に少しでも興味を持っていただければと思います。この事件についてどう思ったかなど、皆さんの意見コメント欄でお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価お願いします。